万物を紡ぐ神よ、左手で時の流れを、右手で命を手繰り、織りなすのは運命の螺旋。それに何を見出すか。彼女は復讐の棘になる。彼女は慈悲という名の義を目指した。彼は抵抗の剣を振るう。彼女はヒーローの嘘を暴く。目覚めるか、それとも永遠に眠り続けるか。共に明日へ。デュエットナイトアビス TGS スペシャル。この番組は高自由度のファンタジーアドベンチャー RPG デュエットナイトアビス、略してデナービの魅力を語る番組です。本日番組 MC、そして旅手のキャラクターボイスを担当しています新井さとみです。よろしくお願いします。そして今日一緒にこの番組をお送りする素敵なゲストの方々を紹介します。まずはですね、本日初公開となりますフィーナ役のキャラクターボイスを担当してもらいます長縄まりあちゃんです。フィーナ役の長縄まりあです。よろしくお願いします。いいよ、素敵だよ。すごくいい。そして同じく本日初公開となります
スノー役、そしてその他ルーナ族役のキャラクターボイスを担当している立花あずさちゃんです。スノー、その他ルーナ役じゃないルーナ族の CV を担当しております立花あずさです。よろしくお願いします。お願いします。さて続きまして IGN ジャパン編集部の野口博さんです。はい、IGN ジャパンのゲームプレイ担当といいますか、はい、はい頑張っています野口です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて公式番組としてですね、声優陣が出演するのは今回が初めてっていうことなんです。で、マリアちゃんが担当するフィーナの発表やキャラクターの詳細紹介、それからですね、あずさちゃんのスノー、そしてルーナ族の声を担当することが今回初公開ということで、今日はね、すごい初めて尽くしになってます。楽しみですね。本当に。ね、初登場のキャラクターのことをじゃあ今日はたくさん紹介できるってことですね。そうです。そう。いっぱい頑張らせてお願いします。なんかあれね、あずさちゃんは二役っていうことなの？どういうことなの？なんかそうみたいで二役というか、うんスノーとその他ルーナの、うんルーナ族のうんうんこのみんなって感じなので、へーそれについても後でゆっくりお話ししたいです。すごい超楽しみです。お願いします。はい。そして野口さんはいいろいろゲームプレイとかも今日やっていきたいと思っているので、はいいろいろ教えてください。いろいろちょっと細かい点までいろいろ触れていこうと思っています。はいはい、およろしくお願いします。なんかね、ゲームの腕がすごいらしい。ちょっとね、すごいらしいんだこれ。ちょっと楽しみですね。よろしくお願いします。お願いします。さて本日のスペシャル番組ですが、こんな内容でお届けしていきますよ。お品書き1、デュエットナイトアビスの世界2、ゲームの特徴3、キャラクター紹介4、開発者インタビュー VTR 5、キャスト生アフレコ6、お知らせ7、ゲームプレイ。すごい、大丈夫かな、全部やれるかな。ね、ゲームの紹介や最新情報はもちろん、実装決定後初公開のキャラクターの情報や実機プレイもあります。生アフレコね。生アフレコやなのにいきなり生アフレコです。お願いします。頑張ります。ぜひ最後までお楽しみください。そしてこの番組では X を使用したキャンペーンも実施しております。公式 X アカウントのフォローとこの番組の感想をハッシュタグデナービ TGS2024 デュエットナイトアビスの略デナービと TGS2024 をつけて公式アカウントのアット付きでポストいただくと抽選で豪華商品をプレゼントいたします。何もらえるの？こちらです。なんじゃじゃーん。サイン色紙寄せ書きとなっております。なんかあれ私たちさ、野口さんのサインいやいや、いらないです。大丈夫です。大丈夫です。いやいや欲しいですけど、これはベレニカって書いてある。ゆいちゃん？おや？なんとこれをプレゼントということで本当に豪華商品です。は皆さんどしどしご参加ください。よし、じゃあ始めようか。はい。それではデュエットナイトアビス TGS スペシャルスタートです。まずはじめはこちら、デュエットナイトアビスの世界。ということでね、この番組を見て初めてゲームを知った方にも分かりやすく、デュエットナイトアビス略してデナービがどんなゲームなのか、物語の舞台や世界観をご紹介させていただきます。こちらの説明をマリアちゃんお願いします。頑張ります。お願いします。物語の舞台は魔法の力と機械の力が共存するアトラシア大陸。数千年にも及ぶ歴史の中で様々な種族が共存を試みるものの、
勢力同士の対立が絶えなかった。その根源となるのは月の石の存在。この大陸では天成就が産出する月の石が文明と国家の発展の鍵となっています。数千年にわたる歴史からつながっているストーリーで、かなり深い作り込まれた物語が楽しめるそうです。なんか中世の感じもありますが、少しなんだろう、パンクっていうか、こう統一感のある色使いとかであったりとか、こうテクノロジーの要素も含まれているようですね。そうですね。たくさんの要素が。続いての紹介もマリアちゃんお願いします。そんな世界の中でプレイヤーは月狩り人としてゲームを進めていきます。次にゲーム内での目標をご紹介します。プレイヤーは身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、様々な仲間と出会い、生き残るために戦いながら2つの視点で物語を進めていきます。残酷な運命に隠された真実を暴き、苦しみの螺旋に終止符を打つための旅に出ようというね。かっこいい。旅に出よう。苦しみの螺旋ですね。さあ、続いて世界観の中で登場する種族もご紹介していきます。はい、たくさんの種族が登場するんですが、はいまずは人族ですね。かつては魔法の潜在能力を持つカロン族を恐れていたが、月の石技術を利用して強力な軍事力と科学力を得た後は、一部の人族はカロン族を悪魔の子と呼んで軽蔑している。はい、人族と、次カロン族。カロン族は外見上は人間とほとんど変わらないんですけども、頭に角があり、通常の人間よりも強靭な肉体と様々な特殊能力を持っています。最大の違いは、カロンは成長過程で力を増していくことです。あれリボンじゃなかったんだ、角だったんだね。確かにね、なんか衣装のアイテムかと思ったら角でしたね。そうなんですね。続いてムクロですね。少数派であるカロン族の中でも珍しい存在がムクロ。一部のカロンは覚醒するとムクロとなる力を得ますが、不運なカロンは成長過程で一定の確率で壊食と呼ばれる怪物化を経験します。怪物化。一定の確率で不運な。運なんだ。はい。そしてエジュですね。アトラシア大陸の各地に出没する怪物で、攻撃性の高い個体がほとんどです。国家の拡張と軍事技術の発展に伴い、人類文明に滅亡をもたらすほどの脅威ではないものの、個人や小規模集落にとっては極めて危険な存在です。なるほどね。危険な感じがでもちょっと見えますよね。目が光っていて、攻撃性が高いって書いてあったしね。なんか角生えてますね。確かに。エジュも角が生えている。かわいい。でも、はい。続いてルーナ族。はい。永遠に人間の幼子の姿のまま年老いることも死ぬこともない不思議な種族。ルーナ族の故郷についていくつか噂はあるが、彼女たちが正確にはどこから来たのか誰も知らない。誰も知らないみたいです。そんな謎めいた存在のルーナ族。スノーちゃんはまさに。そうですね。今ここにねいますね。可愛い。へんって。すごいね。永遠に幼子のままだもんね。あ、じゃあ何歳かわからないんですそうね。だね。しかもなんか老いることも死ぬこともないらしい。不思議ですね。いいないいな。ありがとうございます。ね、いろんな種族が物語に絡んでくるみたいですね。私たち3人のキャラクターも別々の種族みたいでね、意外なつながりとかあったりするのかな。
さて続いての紹介の部分を野口さんお願いします。はい、僭越ながら紹介させていただきますが、続いては、登場する勢力についてのご紹介となります。はい。まずは左からですね、ノクトボイジャー、こちらは、我々、プレイヤーが所属する主人公部隊となっております。はい、そして2つ目に、ヒュペリア帝国ですね。こちらは、月の石、先ほど出たワードの、技術を利用して強力な軍事力と科学力を保持している、帝国的な存在となっております。はい、そして3つ目に、エリシオン来山会。はい、こちらは天王樹と月の石を神聖なものとして崇めている、神教的な存在として知られています。はい、そして、4つ目に、ルッカ共和国ですね。こちらはロマンと芸術、自由を尊ぶ風土が息づく軍闘国家となっております。はい、そして最後に、カショと呼ばれる勢力なんですけれども、かの地からやってくる旅商人たちが語る豊かさ以外はほとんど謎に包まれているということで、なんか遥か東方の国にあることだけは分かっているようですね。はい。なんか結構いろいろ個性的というか、そうですね。どのようにこれら勢力が絡んでくるのか、かなり気になるところですね。はい。楽しみです。野口さんありがとうございました。いやーなんかねそれぞれの勢力の秘密とかもね気になるし、なんかマークに隠された意味とかもね気になるな。かっこいいマークいっぱいありましたねなんかそれぞれ全然違いましたね。気になる。いやー気になりますが、続いてのコーナーにも行っちゃおうかな。はい。続いてはこちら。ゲームの特徴を紹介。じゃあね、まあ世界観ざっくりとですが分かったところで、デナービの特徴一押しポイントをご紹介します。こちらの説明はじゃああずさちゃんにお願いします。説明させていただきます。デナービの特徴、まずは自由な戦闘です。パルクール風のアクションによりジャンプやスライディングなどスタイリッシュな動きで操作することができます。さらに360度自由な移動が可能なので、近距離、遠距離、空中など立体的な戦闘が可能で、多数の敵を一気に倒す爽快感も味わえます。サバイバル、追跡、探査など豊富なモードに加えて、毎回マップがランダムに生成されるので、マップが始まるごとに楽しむことができそうです。始まるたびにぐるぐるしてる。すごいですね。はい、では続いては武器についてご紹介します。はい、本作の特徴の一つが武器システムの自由度の高さです。全キャラクターが全ての武器を使うことができます。戦闘中では手持ちの武器をシームレスに切り替えが可能です。キャラクターごとが使用する武器に縛りはなく、剣などの近接武器、弓などの遠隔武器、未来感のあるフロートガンなんだ、ガンまでフロートガンまで好きな武器を自由自在に装着して戦うことができます。いいですね、自由が効くんですね。いろいろあった。この子はこの武器しか持てないとかなくて、じゃなくていいですね。そう自由がしかもシームレスに交換可能よ。可能です。シームレスだよね。はい、さらに、豊富な育成システムも特徴です。はい。ゲーム内で自由に装備を組み合わせることが可能になっているので、キャラクターを深くカスタマイズすることができます。うわー、いいですね。なんか好きなカスタマイズがねできると愛着も湧いていいですね。なんかちょっとおしゃれな感じとかにもしたいですね。ますよね。うわ、いいですな。武器だけじゃないんだ。すごいね。そして、キャラクターのビジュアルにおける特徴としては、悪魔の要素を取り入れた特別なスタイルとなっております。個別キャラクターのクトゥルフ風のデザインや、同一されたゴシックパンク風のメタリックで骨格の一部を強調したデザインなどが特徴です。なるほどね。さっき新井さんがですね、ちょっとパンク風なのもありますねってお話しされてましたけど、やっぱキャラクターのいいですね、デザインの特徴として。ね、素敵よね。また武器もすごいいろいろあったし、デザインが素晴らしいね。自分だけの声作れますね。なくなっちゃう。いいな、いいな。
あずさちゃんありがとうございました。今の VTR でも動いてる姿が見えましたけれども、それぞれのキャラクターが気になってきました。どんな動きするのか。そんなわけで次のコーナーへ行きましょう。続いてはお楽しみのこちら、キャラ紹介。よし来たよし来た。みんなが知りたいのはここでしょう。きっとどんなキャラクターが出てくるのか気になります。まずはですね、プレイヤーが操作するキャラクターから見ていきたいと思います。こちら。わ、かっこいい。いいね。彼女はベレニカです。キャラクターボイス、石川由依ちゃんです。主人公の幼馴染で大切な家族。普段はクールで無口ですが、戦闘力が非常に高く、仲間を守るために自分の身を危険にさらすことを厭わない性格。純粋でまっすぐ、直感を信じるタイプで、考えるより先に行動することがよくあるとか。2人で過酷な世界を生き延びるため、主人公を守ることが自分の使命だと信じています。わあ、なんかね、けなげだし、わあ、すごい。絶対に強い。絶対強いね、間違いないね。そうですね。わあ、そしてゆいちゃんがキャラクターボイスということで、なんかすごくいいイメージを持っています。いいよね。かっこいいんだろうな。そして彼女はキービジュアルにもなっているキャラクターですよね。クールでかっこいい印象ですが、頼りがいあるお姉さんで、ね。主人公と幼馴染っていうことで、なんか幼馴染って喋るときはちょっとクールじゃない面とか見られたりするのかな。どうなのかな。ギャップとか見てみたいな。どうでしょう、どうでしょう。キュンポイントですね。まだわからないけれどもね。どうですかね、楽しみ。さて次も行きますよ。次は今日が初めてのご紹介となります。新キャラクターフィーナです。もうこちらの紹介はね、キャラクターボイスを担当しているマリアちゃんから紹介お願いしたいです。はい。では紹介していきます。こちらです。フィーナ、キャラクターボイス、高輪マリア。なんだこの可愛さは。体が弱く、内向的で恥ずかしがり屋な少女。童話の創作が得意で、小鳥と歌が大好き。自分の空想の世界に浸りがちです。普段は自分に自信がないものの、ピンチに陥ると真の強さを発揮。戦闘時には童話の幻想に深く浸り込み、独特な世界観を展開していきます。すごいかもね。本持ってるしね、羽ペンとね。これはやっぱり動画をこう創作している、キャラクターが入ったぞ。入ったぞ。お洋服もすごい可愛くて。その時も結構こう、物語を喋ることが結構、自分の好きな物語とかがあって、お気に入りの物語を話したりとかしているので、本当になんかこう空想の世界に浸る、ちょっと夢見てるふわふわ系な儚い感じが私はすごく魅力的で好きだなって思ってます。はい。そして召喚獣が今4匹いたと思うんですけど、はい。こちらは一体どんな感じで召喚獣のが戦ってくれるのかっていうのは、私も個人的にはすごく楽しみにしているところに。私ずっと気になってるんだけど、このフィーナちゃんのスライディングがすごく綺麗だな。確かにいいよね。このなんか童話の世界でもスライディングかっこいいね。かっこいいね。確かにすごいなんか妹なんですかこれ、キラキラっていうやつがなんかあれですね、いろんな模様が蝶々とか可愛い感じで素敵。可愛い。ずっと見ちゃいますね。生アフレコすごく楽しみなんだけど、今日初公開で生アフレコよ。いい番組じゃん。よし、じゃあですね、次。何ですか？スノーのご紹介をあずさちゃんにお願いします。はい、それではこちらをご覧ください。
ちのキャラクターボイス、立花あずさ。幼くて可愛らしい外見が特徴のルーナ族の一人。ルーナ族で唯一角が生えてることを誇りに思っています。明るく元気ですが、やんちゃな一面も。悪魔に強い興味を抱き、自分は運命に選ばれたと信じて、将来は魔王になることを夢見ています。物語の中ではガイド役として、主人公の旅の中で重要不可欠な役割を果たします。いやめちゃくちゃこう走り方ポテポテしてますね。なんかね、スタジオのあずさちゃんの動きとちょっと重なってください。なんかいつもなんかミニスカートを履いてるし、今日はロングですよ。今日はロングですよね。そうなんかだからこのジャンプの動きとかすごいこう重なるところがあるなと思って。恥ずかしい。可愛い。フルフルってしてる。三頭身ぐらい。そうですね。それぐらいのこのゲームのキャラクターというかマスコット的な存在そうですになね。るのかな。ね。可愛い。いや、このスノーちゃんなんですけれども、先ほど紹介したルーナ族に分類されていて、一族は容姿が同じという特徴があるんですが、少しねここで見比べてみたいと思います。うわー。本当だ。可愛い子がいっぱいになっている。溢れてる。でもやっぱりスノーちゃんだけなんだ角。そうなんですよ。だから誇りに思っちゃってますね。ちょっとずつ個性みたいなものがある。そうですね。とかアイテムとかで。ね、なんかかっこいいお衣装着てたり、メガネかけてたり、うんかわいい。職種が違うんですよね、きっと。そうねそうね。でも全部ルーナ族きっと。私の声でやらせていただきます。うわいいそうな。なんですよ。なんか可愛い。演じてみてどうでしたか？スノーちゃんはですね、うんうんうんすごく元気で天真爛漫な、うんなんかいつもフンスみたいな、フンスってしてる感じなんですよ。うんでですね、ちょっと中二病っぽいっていうのが私の推しポイントなんですよ。そうなんですよ。悪魔に興味を抱いちゃってますからそうだよね。魔王になろうとしてますから。ねこの紹介。そうなんです。中二な感じをそう感じずにはいられないよね。そこも可愛いポイントですうよ。わーいいなー。はいちょっと生アフレコ期待して。楽しみにしておりますよ。うわーちょっといいな可愛いいいですね。素敵。よく公式の X でお姿を拝見していたのでね、多分キャラクターボイス誰がやるんだろうって楽しみにしてた方もすごく多かったと思うので、うちの子がやります。やらせていただきます。お楽しみに。お願いします。続いては私が演じるタビテちゃんですよ。はい、タビテは孤児院出身の少女なんです。モノマネをして仲間をからかったり、物に変化して仲間を脅かすのが好きな小生意気ないたずらっ子ですが、情に熱くて優しい一面も持っています。悪魔の大泥棒と自称し、変幻自在な擬態能力を駆使して盗みを働きます。ただし盗む相手は悪者や泥棒だけです。かわいい。そう、なんかねちょっと面白いのよね。こう触手が彼女は、そうですね。そううにょうにょ。ねえ、なんかすごくこうなんだろうみんなとはちょっと一線を画す。確かに。ね、そうです。特徴的ですうね。んね、いかにもこう悪魔みたいな。でもすごいぐる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 って。ただのスライディングじゃなくて。じゃない。挑戦してますよ。そこもまたねちょっと注目ポイントですよ。でも触手があることによってこう、うんうん動いた時のシルエットの感じとか、きっと触手とかも使いながらそうな戦ったりしているのが垣間見えて、これ今のとかすごくなんかね、だから
ちょっと戦い方がユニークというか、触手がこう地面からぐわーって出てきたりとかね、結構ねいろいろ面白いんですこの人。面白いんです。面白い。そう。でも可愛いですね。可愛い。あ、生アフレコ楽しみに。言われた。ごめんなさい、ごめんなさい。やりました。はい。続きましてはサイキというキャラクターですね。はい、サイキ。キャラクターボイスは佐藤さとみちゃんです。宿屋ヒュプノスの家の宿泊客。はい、時々宿の主人の手伝いもしている。色白で華奢な、まるで蝶のような少女。心優しく草花を愛し、将来の夢は自分の温室を持つこと。素敵。幼い頃から病気がちで生まれ育った町から離れたことがないため、行ったことのない遠くの冒険に憧れています。第一章で主人公と出会う重要なキャラクターであり、物語にも深く関わってきます。このサイキさん、序盤から登場するということで、こちらも重要なキャラクターみたいですね。なんかね、とってもなんだろう、蝶々のような。ね、私ウクレレがすごい好きです。ウクウクレレがふわってなるのがすごく可愛いです。ね、この揺れがまた蝶のこの、ね、軽やかな感じ。しかもなんか飛びながら何かをこう攻撃してたりして、みんなね地面でこう敵と一緒の目線でしたけど、上からこう見られるっていうのは、本当だ。そういうことね。なんか強そうだなって思って。強そう。やっぱり上からはずるいよ。ずるいよね。そうだよね。すごい飛んでる。飛んでる。楽しみですね。素敵ね。将来の夢は温室を持つことよ。素敵すぎる。可愛いね。いいな。ですね。はい。ということで新キャラクターとなるフィーナちゃんもご紹介させていただきましたが、ここで野口さんにも僕に、はい、ユーザー目線でお話を聞いてみたいと思います。そうですね、今紹介いただいたキャラクターの中で言うと、僕個人的には旅ってが結構気になりまして、触手いっぱいあります。いや、その触手がいいなと。僕結構クトゥルフ神話とかそういったモチーフが好きなので、まさしくそういった要素を取り入れるキャラクターであるのと、あと同じムクロ同士でもかなりポジティブというか、なんかイケイケどんどんみたいな感じの元気さを感じるキャラクターなので、非常になんかこのキャラクターたちの中でもすごく際立って見えるなと印象を持ちましたね。なるほど。いや、よかったな。なんか設定読ませていただいたんですけど、結構ね彼女は過去に辛い経験とかもしてて、そうなんです。なんですけど今こうやってイケイケどんどん。そうですね。よかったですね。よかったな。ありがとうございます。なんか他に気になるキャラクターとかはいますか？そうですね、やっぱりルーナ族はすごく気になりますよね。謎が多くて、そうですね。でスノーに唯一ね角が生えてるっていうのも何か、ムクロ的な悪魔的要素が入ってるっていうことですから、何かもしかしたら関連があるのかなみたいな深掘りができそうな点がいろいろ見つかりそうだなっていうのは感じましたね。はい。一人だけ角ですもんね。そうですね。いつか黒くならないか心配ですね。はい。今は肌色の角ですが。そうですね。大丈夫ですかね。ちょっと見守っていこう。見守っていくね。はい、どうもありがとうございます。早くゲームで触ってみたくなりますね。本日は実機プレイも予定してますので、ぜひそちらもお楽しみに。以上、キャラクター紹介のコーナーでした。続いてはこちら、開発者インタビュー。実は今日の放送のためにベレニカ役の石川由依さんがデュエットナイトアビスプロデューサーデカクマさんデカクマさんにインタビューした映像があるようなので、そちらを見ていただきたいと思います。どんなことが語られるのか楽しみですね。それではどうぞ。皆さんこんにちは。デュエットナイトアビスでベレニカ役を担当しております石川由依です。そしてこちらの方は
大家好，我是二重螺旋的制作人兼主美石贝大雄，デカクマです。デカクマさん、可愛い名前ですね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。今日はデカクマさんにゲームに関する秘話や今後の展開についていろいろインタビューさせていただきたいと思います。では早速ですが、デュエットナイトアビス、デナービをまだ知らない視聴者さんへ、簡単にどんなゲームなのかご紹介していただいてもよろしいでしょうか。当然没问题。一句话概括就是二重螺旋是一款自由度很高的幻想 RPG 游戏。然后我们团队是希望能带给大家一种完全不一样的游戏体验，然后有独特的幻想的美术设计，还有更多创意的设计这样的一个产品。希望大家能够喜欢我们的产品。世界観やグラフィックにこだわっていて、いろんなことができるゲームなんですね。では、どのような経緯でこのゲームを作ろうと思われたんですか？在二重螺旋这个项目之前，我也负责了比较多的一些美术制作工作，然后其中也包括了一些二次元产品。在2021的时候，我也重新思考了一些对未来的规划，然后其中让我有机会冷静下来去思考一下对自己美术方向的追求，就有了二重螺旋这个美术方向的初步轮廓。然后在后续伙伴的帮助下呢，我们确认了项目的方向，就是一个充满恶魔元素的幻想世界。悪魔の要素ですか？我们认为恶魔是一个很酷的概念它虽然有着邪恶的原始意义，但是它也被理解成为一种反叛的情绪跟不羁的精神就是有这些灵感成为了我们角色创意的起点。在这样的一个方向上，我们融合了恶魔的元素和自然生物的特征，所以我们设计出比较多特别的角色，其中就包括赛奇和松露。然后拿赛奇举例的话，它就是跟蝴蝶结合，所以它可以在天上自由的翱翔，然后松露的话是可以骑得出高速的移动这就是我们希望能带给大家一个不一样的游戏体验。今の動画の中でもありましたけど、サイキは蝶々の羽がモチーフにされたようなデザインですごく美しいですし、トリュフはヘーゼルナッツという豚ちゃんと行動していてめちゃめちゃ可愛いですよね。なんだろう、すごい個性的な角とかもそれぞれ生えていたりして、結構特徴的なデザインがあるなって思いました。こんなね、いろんな要素が含まれているデザインを作るだけでも大変だと思うんですけど、ゲームとしてシステムなどを作るときはもっと大変ですよね。不愧是经验丰富的史创桑，眼光非常犀利。二重螺旋最大的特点就是多样性的武器系统和自由的武器搭配方式，也就是每个角色都可以使用所有种类的武器。然后为了实现这个目标，我们针对每个角色都做了武器的适配这样的话在美术设计上和动画设计上还有资源量上都是非常大的挑战。然后再加上我们又是一个 3D 的产品，所以它除了上面的设计跟操作的问题，还要兼顾手机的优化跟 PC 的流畅体验，所以在这个过程当中会有各种各样的 bug所以这是地狱難度。いや、なんか聞いてるだけでも恐ろしい感じがするんですけど、開発過程でもうすごい大変なこと、ハードなことたくさんあったと思うんですけど、そんな中で面白い出来事とかはありましたか？当然有项目开发的困难程度导致了我们有很多的 bug但是也会有一些意想不到的 bug 会让我们觉得很有意思，所以我们把这些保留下来当成了游戏的彩蛋，这个过程就比较有趣。どんなバグかそれは気になりますね。ちょっとだけ教えてもらっていいですか？现在透露就没有惊喜了，敬请关注后面游戏的测试亲身体验。对了，还有一个比较有趣的事情，就是我们公司会养各种各样的宠物其中有一只特别可爱的猫咪是我们公司的吉祥物我们也把它放到了游戏里。わー、キラちゃんかわいいですね。このゲーム内のイラストにもちゃんとこのモフモフな感じとか、ちょっと手足が長い感じが反映されていて、なんか制作陣のキラちゃんへの愛を感じますね。谢谢，希望到时候各位玩家也可以到游戏里寻找它的身影。なんかこういうところも、新規コンテンツの一部なんですかね。ところで、確か今年の3月に小規模テストを行ったと聞いたんですけれども、その後ゲームについてどんな改善をされたか紹介していただいてもいいでしょうか？我们目前主要是围绕了游戏的内容跟美术的视觉两个部分进行了优化跟迭代今天给大家展示一下美术视觉相关的优化内容。对比第一次测试呢，我们其实当前的 TGS 线下的体验版本在角色模型上做了比较多的优化
比如说面部的模型，还有整体色彩的优化。这些优化可以让角色面部更加生动，也可以更好的突出各个角色的性格特征，让角色形象更加丰富，更加贴合故事背景下的人物设定。场景上，我们针对植被、场景的模型资产、贴图、灯光等环节都进行了大量的优化，极大提升了场景的视觉表现，让我们游戏的世界更有沉浸感。角色大招表现以及武器的攻击表现也进行了优化，让角色的大招看起来更强的同时，也优化了大招的动画时长，避免战斗影响战斗的体验。然后武器也更加有直观的打击反馈，攻击看起来更强的同时呢，现在也会让我们的新版本战斗看起来更加的炫酷。当然我们还有很多的新内容也正在制作当中，这里就不进行展示了，希望大家多多关注我们的社群跟最新的消息。なんかこうやって比較して見てみると、なんか結構わかりやすく改良されてるんだなと思いますし、ちょっとした変化でもね、結構印象って変わってくるんだなって思いました。ちなみに最新版はいつ体験できるんでしょうか？前几天我们有在社群公布我们参加 TGS 2024的消息，也就是在今年的9月26号开始 TGS 现场能够体验到我们新增的内容跟优化的内容的，还有新版本。じゃあ TGS 楽しみですね。いや、どんなイベントが用意されてるんでしょうか？这次参加 TGS 希望展示目前最新的研发进度，然后也可以体验 TGS 的试玩包体。我们希望其实借助 TGS 这个机会，与二重螺旋感兴趣的用户近距离接触，然后收集一下反馈，然后我们后续会根据反馈去进行优化。除了刚才说到的最新版本试玩之外，我们还会有很多意想不到的线下体验活动，可以参加，并且有大量的周边和礼品，只要来参加我们的展台参加活动就能获得。希望能以此传达我们对用户的支持的感谢。いや、私も時間がもしあったら行ってみたいなと思います。到时候我也会在现场，希望有机会和大家见面。ところで TGS には競合タイトルを出すライバルもたくさんいると思うんですけど、デナービの特徴は何でしょうか？我觉得大概有5点吧。第一个就是我们最初提到的，我们产品的视觉设计的核心就是恶魔元素，将会带来不一样的角色体验。然后第二个是二重螺旋这个魔法跟机械共存的大陆上，玩家可以通过扮演完全2个身份不同的主角去邂逅伙伴，然后去体验故事。第三个就是在战斗上，玩家可以使用近战跟远程武器无缝切换，并且每个角色都可以装备所有类型的武器。然后第4个就是魔之蝎系统，简单来说就是可以给角色和武器装备，它能够组合出各种不同的方式，然后会因人而异，具有不同的战斗风格。第5个就是我们角色拥有高超的机动性，玩家可以通过在探索和战斗过程中可以获得更爽快的体验。たくさんご紹介いただきありがとうございます。いや、今のお話のこの2つ目に仲間と出会うというワードがあったんですけど、実はプレイヤーがゲームを始めて最初に出会うキャラクターが私が CV を務めているベレニカなんですよね。是的。贝雷也是我们在剧情当中遇到的第一个角色，也是剧情主线当中非常重要的角色。他和主角一起长大，教会主角如何生存，如何保护自己，同时他身上还埋藏了整个世界相关的很多秘密。我们在为贝雷选择声优的时候，我们是希望能够有一个特殊的声线，可以传达出贝雷身上的可靠、强大藏着许多秘密的这么一个特征。所以我们团队在里面特别多人在考虑日本 CV 人选的时候，马上就想到石川桑。然后并且马上发出邀请让你来配音了，然后在实际的收录的时候就觉得这就是大家心目当中贝雷妮卡的声音。いや、そんなにたくさんの制作チームの方が私がいいと手を挙げてくださったというお話を今初めて聞いたので、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いや、なんか資料をいただいて、すごくね、世界観が作り込まれていますし、ベレニカちゃんのイラストを見た時もとっても繊細なタッチで、何か秘めた力だったり何か重そうな過去を背負ってるんじゃないかなっていう雰囲気を感じられて、なんか私もストーリーを読みながら丁寧に気持ちを紡いでいきながら収録できたらいいなと思いながら演じさせていただいてました。原来你有这样想法在给贝雷妮卡配音的，真的是非常非常感谢石川さん。せっかく生き残ったんだから、これからも毎日一緒に生きていこう。
ということで、本日のインタビューもそろそろ終わりとなります。最後にプロデューサーのデカクマさんから視聴者の皆様へお伝えしたいことがあったらお願いします。最后再次感谢所有关注我们的玩家朋友们，你们是潘神工作室持续前进的动力啊！在不久的之后，下一次阶段性测试呢，我会和大家再次见面啊，希望能给大家带来更多的快乐，也关注一下官方的社群。ということで皆さん、デナービをぜひお楽しみに。それでは、拜拜。石川優衣さん、でかくまさん、ありがとうございました。なんかゲームの開発の進捗や改良中のコンテンツなどが見れましたね。それ以外にもゲーム制作についての理念や秘話も聞けてとっても新鮮でした。そしてですね、VTR 以外にも私の方からいくつか情報をお伝えさせていただきます。VTR の最後でも少し言及されていましたが、第1回 CBT 実施予定です。ただ時期はまだ調整中となっていますので、追ってご案内を予定しています。お楽しみに。先ほどご紹介したアップデートをいち早く体験するチャンス、ご期待ください。さあ、続いてはこちら、ファンアート募集。デナービでは皆様からのイラストなどファンアートを募集するイベントを予定しています。詳細は現在調整中ですので、続報をお楽しみに。何やらですね、商品も盛りだくさんになる予定とのことなので、我こそはという方、ぜひ今後の公式情報を確認して応募してみてください。ファンアート募集やりますよ。そして続いてはこちら、 SNS イベント参加してね。デナービ公式 X アカウントではゲームの情報やイラストのポストだけでなく、フォローとリポストなどによるプレゼントキャンペーンも定期的に実施しています。これを機にまだフォローしていない方はぜひアカウントのフォローをお願いいたします。本日の放送と投稿キャンペーンもまだまだ実施中です。ご参加のほどお待ちしております。そしてゲームの最新情報も発信しますので、これは要チェックですよ。チェックです。そしてお知らせ最後はこちら、事前予約。ぜひとも事前予約をお願いいたします。デナビ公式サイトから登録が可能ですよ。リリースからスタートダッシュをするためにも事前の予約をお勧めしております。公式 X アカウントでも事前予約の案内ポストをしているので、そちらのリンクからぜひご予約お願いします。おー、すごいたくさんありました。皆さんどうでしたかねえ。なんかリリース前から CBT やキャンペーンとか盛り上がることのできる要素がすごくたくさんありましたね。早くリリースしてくださいっていう気持ちもあるんですけれども今後の開発からの発表を楽しみに待ちましょう。以上、開発者インタビューでした。キャスト生アフレコ。来たぞ来たぞ来たぞ。皆さんお待ちかね、生アフレコのお時間です。本日出演の声優陣が担当するキャラクター、旅手やスノー、新キャラクターのフィーナも原稿を準備しております。ねえ、あずさちゃんはスノーのキャラクターボイスを担当していることが先ほど紹介されたので、実質初公開ですね。そうですね。ですね。そして、マリアちゃん演じるフィーナは今回の放送でボイスも初公開となるので、楽しみ。全部楽しみ。初めてで緊張します。じゃあパイセンの私が先に笑いパイセンがよろしくお願いします。やるよね。もう行くよ。よし、では私の旅手から生アフレコスタートです。キキキキキ、お前面白そうなもんいっぱい持ってるな。見てるだけでうずうずする。そう身構えるなよ。この悪魔の大泥棒の俺様はいいやつからは盗まないのさ。それともお前
悪いやつなのか。よかった。キャラ絵が出てくれてよかった。よかった。こんな感じ。キキキキって笑うんです。笑い方が可愛いですよ。独特で。そうなんです。そうなんです。一人称が俺様なんです。俺様。大泥棒なもんで俺様なんだ。いいやつですね。そうなの。情には熱いんだ。可愛い。やめておくれよ。パイセンをからかわないでおくれよ。気になっちゃいましたね。ボイス聞いたら。確かに。さてじゃあ続いてはですね、あずさちゃんのスノー聞きたいな。お願いします。はい。いきます。世界にはルーナ族がたくさんいるって知ってるかい？その中でもなぜかスノーにだけ角が生えてる。スノーが運命に導かれし魔王様である証と言えよう。だからスノーは決めたんだ。自分の類まれなるインテリジェンスで下僕を正しい道へ導こうってね。ぴったりね。緊張しちゃった。全然緊張してそうじゃなかったよ。伸び伸び楽しそうだったよ。大丈夫ですか？ねえ、なんか尻尾の悪魔の尻尾みたいなのも超可愛いね。そうなんですよ。可愛いんですよ。生えてるのね。しかも下僕って主人公なんですよ。そうなんですよ。偉そうだな。俺様より偉そうだ。確かに。五分五分ですよ。ここの二人会話してほしいですもん。そうだね。もうちょっとね、どっちが偉いかみたいな。やりましょう。ぜひお願いします。やりたいです。可愛い魔王様ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、もしかして、いや、もう聞きたいな。パイセンをからかうなよ。なんだこのパイセンやりとりは。じゃあマリアパイセンお願いします。はい、では、行きます。フィーナね、とっても大きなガラスの箱を持っているの。中にはふわふわな白い雪、雪みたいに白いマシュマロが入っているわ。マシュマロみたいにふかふかな雲と、雲みたいに暖かい風をそこに入れたいの。このままファー。わかります。私もこのまま漂いたいです、雲みたいに。漂える今なら。なんか可愛い、語彙が可愛いですね。なんか白いマシュマロが入ってるんです確か？かに夢見がちな少女なので、ふわふわなとかマシュマロとか雲とか、ちょっとこう想像的なものをやっぱりピーナよく言いますね。あとは頼んだ。よかったな。すごい可愛いですね。マリエちゃんどうもありがとうございました。ありがとう。いや、ゲーム内の私たちのボイスにも注目してくださいね。以上、幸せな生アフレコのコーナーでした。続いてはこちら、お知らせ。お知らせ。なんだ？ここからはゲーム関連のお知らせをしていきたいと思うのですが、ここでなんと TGS 限定の新 PV をお見せしたいと思います。この場で初公開。また初めてだ。なんです。まだ初めてだよ。まずはじっくりと見ていただいて、その後に私たちでトークをしていきたいと思います。準備はいいですか？はい。それではご覧ください。
いかがでしたか？かっこよかっいいですね。た。すごいね。ちょっともう一回見よう。はい、見ましょう。そうちょっとね映像を見ながら振り返ってみましょう。はい。よし。なんかこんなすごい戦うんだなっていうぐらいすごい動きでしたね。そうですね。うんあ、可愛い。わあ。動物も可愛い。お、ね。可愛い。ちょっともう目に追えないスピードなんですけれども。うわお姉さんが。メイドさんなんですかね。あ、そうですもしかしねた。ら。ー。わあ。あ、撃ってる。ドーン。すごいなあ、なんか出てきましたね。なんか出てきたよね。絶対強いメイドさんですね。絶対強いね。強いです。うん。あ、なんか人が。これあれか。うんうん。なんだっけ。の角生えてる。最初のあそうですね紹介のね。主役が。うん。あ、男の人が。あ、こんなに敵いっぱい出て、うわ、なんでこりゃ。あ、かっこいい。みんな強いですね。あれ、やっぱりそうだ、このフィーナちゃん頑張れ。フィーナ頑張れ。かわいい。あ、なんだか強そうな。羽けどが大丈夫かな。大きな羽がついてる。すごいぞ。トルクールだぞ。おお。受けましたね。なんか必殺技みたいなのが。めっちゃ大きい剣背負ってるよ。いやー、あ、弓も。なんか弓決まるね、いいね。いやでも強い。そうですね、もう。あでも頑張れよいしょ。なんか弓がトコトコ走ってる。トコトコしてる。なんか。あ、なんか人が召喚されてる。あ、これフィーナちゃんの仲間だね。そうですね。わいっぱい。召喚獣みたいな。うん。ね。降りてきたぞ。あ、すっごい撃ってる。本当だ。もうドゥ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 打ってる。レーザーみたいんですけど。ドゥ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 打ってる。うわ、お、すごい。あ、やったか。何この。あ、でも剣も使うんですね。かっこいいですね。近接もかっこいい。すごいアクションが全部すごいかっこいいですね。なんか最後は。はい。楽勝みたい。お。で、これよこれ。動きかわいい。あららお尻が食べられちゃお尻でった。終了ですよ。宝箱に目がない。まあ大泥棒なんでね。しょうがないです。宝箱があったら開けるんですよ。でもミミックに食べられてしまった。可愛いですね。あらあら。なんかいいね。いいもの見た。いいもの見たからな。すごい。満足。そして映像を見るとなんかゲームをやってみたくなってきますが、ちょっとまだお知らせあるんでいいですか？ぜひぜひ。ちょっとね、今回のメインとも言えます、ゲームショー2024に関する情報をお届けします。はい。 9月26日木曜から29日日曜日に開催されます東京ゲームショー2024。幕張メッセで開催される東京ゲームショーですが、今年はなんとデュエットナイトアビスのブースが出展されます。だって今日の番組のタイトルだもん。ですね、8番ホールのブース08の N04 となります。28日から29日が一般公開予定なので、ぜひ会場に遊びに来てください。で、また初出しだよ、これ。まただ。今日の放送すごいね。ちょっとだけこのゲームショーの内容をちょっとお見せできます。ブースではですね、ゲームの醍醐味である2つの視点で進める物語を象徴する造作、これ作ってなんだろう、このセットを展示予定ということで、特別に制作段階の映像をご用意できましたので、一緒に見ていきましょう。どうぞ。
ますね。いるよ、スノーちゃん。素敵ですね。立体スノーがいるよ。そうですね。結構でかいですよ。大きいですね大きいですよ、スノーちゃん。ね、わあ、写真撮りたい。本当に。撮りたいこれ撮ってくださいと言わんばかりの。本当に。ちょっと28日、29日ぜひ行ってくださいね。08の N04 ですよ。ぜひ。いや、ですね、砂時計ありますでしょ、はいそれは2つの異なるタイムライン、物語を表現しています。このデナービでは時間の流れと主人公たちの運命の交差が重要なテーマになっているので、その象徴として砂時計が取り入れられました。いいね。いい。なんか砂時計だけども、この周りの感じとかがちょっと、機械的というか、ちょっとパンクな感じが出てるのもめちゃくちゃ、ザ・デュエット・ナイト・アビスとか。そうですね。かっこいい、雰囲気がかっこいいすごく出てますね。どうですか、どうですか、やずささんや。スノースノー先生いますよ。いるじゃないですか。なんかすごいポーズじゃないですか。なんかどこでバランス取ってんだって感じの。ちょっとイエーイってなんか。でもダメですよ。触ったらダメですからね。そうですね、そうですね。触れないようにお願いいたします。お願いします。ね、ブース全体もこう色味であったりとかね、展示も世界観をすごくなんか忠実に再現していて、こだわりが見えますね。ブース内ではゲームの私有もできるようなので、ぜひ会場に足を運んでデナービの世界観に触れていただきたいと思います。そしてこの東京ゲームショウ関連情報まだまだあるので読んでいきます。こちらご覧ください。ブースではコスプレイヤーの方々にご出演いただきます。こちらのメンバーとなっております。さらにコスプレイヤーの方の1日店長も予定しています。ゲームの宣伝だけでなくスペシャルデザインのドリンクも配布予定。コスプレイヤーさんが演じるキャラクターに会えるのが楽しみです。さらにブースではご来場いただいた方に豪華 TGS 限定グッズを用意しています。無料でもらえるグッズから参加することで獲得できるグッズもあるようです。参加が必要なグッズと参加方法はこちらになります。来場者プレゼント参加方法。1、おみくじを引く。大当たりを引くとプレゼント交換。2、公式 X の最新 PV のポストをリポストすると缶バッジをゲット。3、デナービ公式 X と YouTube チャンネルのフォローでアクリルスタンドゲット。なんとすげえ。4、公式サイト事前予約でオリジナルうちわをゲット。5、X でデナービブースの写真もしくはコスプレイヤーの写真を投稿すると動くアクリルスタンドをゲット。6、ブース内でゲームを私有するとマウスパッドをゲット。そしてさらに1から6すべてクリアでルーナ族のカジシの巨大ハンマープレゼントちょっと出てますね。いや、さらにゲームのタイムアタックにチャレンジに参加すると入賞者には豪華商品がプレゼントされます。なんだこれ以上の。そしてですね、補足です。1のおみくじについて紹介しますね。なんと当日ではおみくじの大当たりに特別なプレゼントも用意されております。大当たりを引いたら周りのスタッフに行ってプレゼントと交換してもらってください。ぜひ参加してください。お願いします。大当たりだったら大当たりちょっとアピールしなきゃ。私さっきあまりに豪華すぎてこれもらえるんですかね聞いてしまったぐらい。すごいね。なっちゃいますね。いいないいな。そして気になってるぞ。これハンマーって何？巨大ハンマー。ダンダンダン。どこに持ってた？大きい。巨大ハンマー。プニプニちょっとプニプニしてますけど思ったより硬いですよ。あ、本当だ。思ったより重いですよね。重たい。なんでちょっと待って、裏に目ついてんだけど。ついてる。角もついてる。ああ、本当だ。おお、全然いけますよ。実用性が全然いけますよ。なんかあずさちゃんとハンマーの組み合なんかわせ。似合いますね。違和感がいいな。任せてください。これもらえちゃうんですか？そうなんかね、大当たりを引くなんかちょっとこの
1から6すべてクリアするとルーナ族のカジシのハンマーをゲットできるかもしれませんね、これね。はい。ぜひぜひ参加してすください。ごいすごい。ぜひぜひ皆さん企画には参加してほしいと思います。そして来場者プレゼントもありますよ。全部毎日数量限定で先着順で配布しています。あれですよ、限定なので、ぜひ、はい。はい、ご注意くださいね。ご注意ですよ。はい。こんな感じかな。ちょっとすごい盛りだくさんだったね。東京ゲームショウ、ぜひ足を運んでくださいね。お願いします。はい、以上お知らせのコーナーでした。お待ちかねゲームプレイ。今回のスペシャル番組では3月下旬に実施した小規模テストからユーザー視点のフィードバックをもとに改善や調整した点を実機プレイをしながらお見せしたいと思います。じゃあいやちょっとせっかくなので基本の操作体験をあずさちゃんにしてもらいたいと思います。楽しみ。じゃあプレイエリアに行ってきます。ゲームエリアに移動お願いします。まずはプロローグの部分で移動の体験してみましょう。はい。ガイドに沿ってスピンジャンプやスライディングなどパルクールのような自由かつスタイリッシュなアクションを実現してみてください。あずさちゃん。初めてパソコンでゲームします、私。でも上手。めちゃくちゃジャンプ高いんですね。こっちにおいでと言われた。コントロール。いけ。よし。おお、なに今の。これが。スライディングですかね。おお。そしたらコントロールをしてしゃがみ。あ、これですね。スペース。おお。そんな動きまでできる。なんだ今の。これは。こういうことか。上になってコントロールスペース。わあ。これでスピンジャンプ。でこうだ。逃げましたね。これでこうか。シュン。あ、すごい。ちょっと待って。わすごい。壁登れまで。壁も登れちゃいますよ。こんなにすごいの。いい眺めね。素敵。わあ、なんかおる。これ。なんか切ない音楽だね。しかも紅葉して解放されました。ありがとうございます。あ、はい。なんか上手だよ、あずさちゃん。本当ですか？ナイススライディング。シュンシュン。あ、こうで、シュンシュン。違った。こうだ。これ気持ちいいですね。シュン。こっちかな？これ F は F。剣もらった。超かっこいい。何この剣。もらいましたよ。なんか。どうした？何？幼馴染のベレニカちゃんじゃないですか。なんかいますけど。強い。どうしたんだ？ベレニカさんが倒しました。強いな、やっぱりね。はい。建設はこうですね。こうだ。ちょっと強すぎない？強いですね。シャードンドン。効果音が面白い。シャードンドンって。なんかいけた。こっちかな。シュン。あ、逆やった。こうか。あ、違う。こうや。おお、いいねいいね。気持ちよさそうですね。できたなんだこの爽快感は。できましたよ。ちょっといい角度で。いい角度で。できました。
すごい。あずさちゃん、初プレイとは思えない感じでしたが、どうだった？すごい気持ちよかったです、プレイしてて。私パソコンでゲームするの本当に初めてなんですけど、なんかすごくもしかしたらどんどん難しくなるのだと思うんですけど、今のところは自分でもできましたし、あとスピンジャンプが気持ちいい。あれ見てても綺麗ですね。シュッて楽しかったです。野口さんの評価的にはどうですか？いや初めてでプレイできたら今後の期待値がめっちゃ高いですよね。すぐ慣れるんじゃないですか。ゲーミング PC 買っちゃおうかしら。ぜひぜここまでいいですね。PC もだからもね、すごく素敵でした。ねキャラも背景も素敵でした。すごく。これで終わりじゃないんだ。ボス戦見てみたくない？見たいです。ですがこちらは少し難しくなるので野口さんにプレイしていただきたいと思います。やったー！今回挑戦していただくのは難易度レベル60の再起戦となります。本当はレベル50でいこうって言ってたんだけど、なんか野口さんがあまりにうまいので、ちょっと60でいっちゃおうぜみたいなことになって急遽レベル60に変更になりました。いやこれちょっとお願いします。はい頑張ります。楽しみだね。はい、頑張っていきます。まずはですね、魔のくさびという、キャラクターの育成部分に関して触れていって、そのあたりを準備整えてからボス戦挑もうと思っています。はい。なるほどね。じゃあ野口さんゲームエリアに移動をお願いします。はい、行ってきます。はい、ですね、魔のくさびはゲーム内の重要な育成要素の一つとなります。システムの組み合わせでキャラクターのステータス変更、操作感なども変わるので、とてもカスタマイズ性の高いコンテンツとなっています。今喋ったね。喋りましたね。喋ったよ。早速魔のくさびいじってみようと思います。はい。野口さん、ちなみに今何を意識して装備をしているのか紹介をお願いできますか？そうですね。すでにあるものがあるんですけど、ちょっと一旦自分で組んでみようと思いまして、ちょっとあんまり失敗が許されないと思うので、しっかり防御面を上げていこうと思っています。なので HP とかシールド、防御といったステータスを上げつつ、攻撃力も上げていくようなビルドというかくさびを作っていこうと思います。はい。レベル60にしてしまいましたし、そうですね、油断が許されないので。すいません。すごい。こうやってやっていくんだ。そうですね。魔のくさび。うわ自分で組むんですね、これ。ワンボタンで組むこともできるので、そうなんですね。こういったことが苦手な方は右下のお任せを押すとこのようにすごい。ありがたいですね。できるので、ありがたい。そっか、おすすめ装備になるんだ。いいですね。なるほど。そういうのがあんまりちょっと苦手な人とかでもできますね。ね、初めての時とかもね。武器ってどんな武器を持っていくんですか？武器は今回鎌と弓を持っていこうと思ってます。そうか、近距離用とあと遠距離用ってことですね。さっきひなちゃん使ってましたしね。確かに使ってた。鎌って何種類かあったりするんですかね？何種類かあると思いますよ。僕が操作自体はこの1種類しかやったことないんですけど、はい。鎌。かっこよさそう。なんか死神の鎌みたいなイメージですね。はい。すごいな、なんか優しい声の子が死神の鎌持つってすごいね。ね、わかっこいいですね。そうなんだ。弓とかもいろいろ種類ありそうだよね。いいですね。弓なんか個人的に気になってるんですけど。弓かっこいいくて。ね。なんか遠距離の武器として弓以外にもあったりするのか？いろいろありましたよ。なんかマシンガンのようなものとか。なるほどね。ベテちゃんとかも。爆弾じみたものとかも。投げる系の。そうですね。爆弾やりたい。爆弾いいね。なんかいいですね。一気にぶっ飛ばしたいね。
いな。なんか充実ぶりがね、きっとゲームが進んでいくにつれどんどん増えていくんだろうな。一応補足としましては、はいくさびは、今回のビルドでは100まで、組むことができるというので、各くさびのこの数字の部分を意識して100を超えないように入れていくというような形ですね。そうか、それで数字が書いてあるんだ。はなるほど。ほー。なんかでもそういう条件があるとまたいいですね。一旦これでいこうと思います。はい。はい。ほー。なんかすごそう。なんかすごそうですね。お、わ、こんな感じですね。とかできます。弓ですね。指一本じゃないんです一本じゃか。ないんです。なんだこりゃ。すごいですね。かっこいい。放射状に。じゃあ準備ができたというところで、野口さんにボス戦お願いしたいと思います。シジルを召喚して戦っていきますね。はい。タクティカルバックで、アイテム使用で、はい2人のサポートキャラクターを召喚して共に戦うことができるそうです。今回はベレニカと、はい。フィーナを呼んでいます。お、来たよー。いいね。いますね。あ、歌ってます。あ、ごめんなさい。ごめんなさい、間違えました。大丈夫大丈夫、仲間だから。そうです、仲間なので大丈夫。大丈夫ですき。っと。では挑戦していこうと思いよろしくお願いしまます。あ、これなんかあ、さっき見た。いたよね、さっきいたね。あ、でもあっちも硬いですね。す。はいですね。全然知らない。お値段。カマやば。カマかっこいいですね。気持ちいい。わあ。なんかお洋服に合ってるね。なんか気持ちいい。でもまだ硬っ。こんなボコボコにしてるのに。だってレベル60だもん。確かに60は強いですね。さすがに。想像倒せないよ。何が起きてるんだよ。これは、このジャンプ中に近接攻撃を発動すると落下攻撃が受けるんですよ。それが結構ダメージ高いので、今これを狙ってますね。これをいっぱい当てることに。うわ、なんかでも敵も攻撃提案してるけど、あんまなんか当たってないような。避けるのがすごくスマート。ね、防御も強化してたし。そうです、ある程度。フィーナが倒れちゃいました。弓だ。次な。弓。いっぱい出る。あ、まずい。なんか飛んだ。脱落しちゃった2人は。あ、間違えたことですか。これはQ ボタンのスキルで、羽が生えて空中移動できて、上からも一方的に撃てるっていうのがあります。うわ、パンチ。さっきちゃん飛んでましたもんね、紹介の PV でも。眉からあ、また飛んだ。こっちも飛びます。蝶々対蝶々みたいな感じで綺麗な。野口さん、このお取り込み中失礼します。はい以前のテストの際から変更点良くなっているポイントなど。そうですね。まず第一に気づいたのが、空中にいる際の感性がかなり持続するようになっていまして、こういうスピンダッシュとか、あと空中で回避行動を行った際の感性が続くようになっているので、非常になんか爽快感がより増した印象を受けますね。ジャンプ大事ですもんね。そうなんですよね。結構ジャンプ多用するので、見てるこっちも気持ちがいいですもんね。すごく。あ、すごい半分切ったよ。よし、いいですね。油断すると死ぬ。あ、なんか HP が意外と。
おお、でも飛びます。来た来た。乱れるどん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 。あ、めった打ちです。はい、これも大チャンスですね。この状態敵何もできないのでギリギリまで稼ぎますダメージを。おお、あとちょっとだ。ちょっとですね。せーの、せーの。あぶね。掛け声が穏やかなのにやってることはあー、騙しました。一回復活できるんですよ。でもこれまで一回もね倒れてないってことですよね。クエスト自体は続いてますね。一回だけコンティニューが許されるので。いいですね、それは。はい。いやでも強いんだ、やっぱボスって。でレベル60だもん。あ、チャンス来た。これで終わらせます。終わってくれ。この状態になったらもうそうですね。やり放題ですね。これで終わるかな。ああ、倒してました。よかった。できました。クリアです。ネタ出しにして。さすがだぜ。野口さんさすがだぜ。はい。ありがとうございます。野口さん最高でした。よかったです。最高でしたはい。なんとか。でした。すごい。綺麗だった。よかった。役目を務めました。はい。いや、ここまですごいとは。本当あに。りがとうございます。気持ちよかった。ボス戦中に変更点とか良くなってるポイント聞いちゃったんですけども、はい何か補足とかありますか？そうですね。もう一点付け加えるとしたら、変更点ですよね。は全体的にパフォーマンスが上がってる印象を受けまして、はい。今回の映像には映ってないんですけど、街中の動作とかも非常に前よりおそらくフレームレートとか、そういったものが改善されているように見受けられたので、着実にフィードバックを受けて改善していることがすぐに実感できましたね。なるほどな。素敵でした。いやー、なんか自分好みのカスタマイズとかもすごく楽しそうだったし、そうですね。本当に自由度が高い。高いですね。まさにこれがねテーマというかなので、実感できました。はい。はい。そうですね。キャラクターの得意分野とかをさらに伸ばしたビルドとかにしてもいいですし、あるいは不得意な部分をカバーしてあらゆる状況にね対応できるビルドにしたりとか、なんかいろいろできるみたいですね。そうですね。非常に自由度は高くてですね。はい。キャラクターの得意というか、攻撃力を単純にめちゃくちゃ特化してあげたり、さっきの僕のように倒れることを防ぐために防御面をいっぱい上げるとか、できる上になんか ABC っていう3つまで記憶できるので、それを状況に応じて切り替えることもできる、かなりかゆいところまで手が届く設計になっているので、非常にこの辺りのいわゆるビルドって呼ばれているものなんですけども、やりやすく作られているので非常におすすめできる、なんかこのゲームのポイントの一つかなと思いました。はい。なるほどな。さまざまなプレイスタイルに合わせられる可能性。そうですね。はい。いいですね。そしてすべてのキャラクターが武器に適応して装備できるんですよね。そうですね。はい。なのでそのあたりも要は制限がないので、このキャラクターにもお気に入りの武器をつけて、さらにそこでお気に入りの魔の鎖をつけてっていうことができるので、もう自分好みのスタイルでいくらでも融通が利くというかカスタマイズできるので、非常にユニークな点だと思います。すごく嬉しいですよね。さっき見た PV でもタビテちゃんが日本刀を背負ってたりとか、すごくなんか武器のバリエーションも豊富そうだなって、それを全部自分の好きなようにカスタマイズできるのでね、つけられるのがいいなって思いましたね。さて、自由度が高いといえば、本作は武器を一から作ることができるっていう話聞きました。ということで、武器鍛造武器を作るのをですね、マリアちゃんにやってもらおうと思います。武器作ってもらおう。せっかくなんでね、武器作っちゃおう今日。武器作っちゃいます、じゃあ。物語作れるのかな？
マリアちゃんゲームエリアに移動をお願いします。はい、これからですね、マリアちゃんに武器鍛造をやっていただくんですけれども、この武器鍛造は拠点にある鍛冶屋でルーナ族の鍛冶師と対話することで武器を作ることができます。ルーナ族せっかくなんで孤独の鎖を作ってみましょうか。武器鍛造は設計図のドロップで作れる武器の種類が増えます。製造開始を押すと武器が作り始められ、製造加速で作るスピードを上げることができます。じゃあやってみますか。面白い。何？いや、もう可愛くてなんていうの？見とれてましたね。あー、見とれる可愛さだよね。どこで作ってるの？なんかおる。めっちゃ売ってるよ、ハンマー。めちゃくちゃ売ってる。さっきのやつじゃない、ハンマー。力持ちなのね。お、ね、ひげ生えてる。自慢げな、これですかね。自慢げな日じゃあ、作ります。孤独の鎖を今回作ってもらいます。どんな武器なんだろう。今作ってるみたいなんですけど、はい。時間がかかるということで、あ、なるほど。製造加速をしていきたいと思います。を使ってみますね。ピコピコハンマー。できました。できた。受け取ります。お、できますね。ね、かわいい。ちょっとこれは見てみたい。ぜひ孤独の鎖拝見したい。お、あら、かわいい。お、かっこいいポーズが。これかな？旬でね。武器ごとになんかこのポーズが変わるのがまた。物騒な。これです。さっき使ったやつです。なんだこの持ち方は。いいですね。かっこいいですすね。ごく素敵。武器によってこうちゃんと持ち方が変わるのがすごく素敵。この甘らさがかわいいね。よく切れそうですね。これで以上になります。なるほど。素敵です。可愛い。ルーナ族の皆さんの打ってる姿も可愛いですね。ね、わあ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、フィーナちゃんの武器鍛造でした。作ってみてどうでしたか？いや、すごいなんか難しいのかなと思ってたんですけど、時間はかかりますけど、結構ポチポチっと武器作れたんで、これいっぱい作って、どの武器がいいのかなとかやるのも楽しそうだなって思いました。いいですね。武器によってポーズが変わるから、それを見たいがために。ねえ、いやー、なんか楽しかったな。加速のモードも面白かったね。あってにきました。さて、ここで終わりではありませんよ。先ほど初公開のフィーナちゃんを先行して野口さんに触ってもらおうじゃないか。いいんですか。ありがとうございます。ぜひはいすんごい僕フィーナちゃん見せてください。はい。フィーナスちゃんの魅力を出せるように頑張ってみます。よろしくお願いしますよし、野口さんにフィーナちゃんを操作してもらいたいと思います。お願いします。はい。今回はガードという依頼を受けていきます。おはい。お、なんだろう。これはレベル70を選択してやっていきます。 75。さっきより上がっているぞ。どんなになっちゃうんだ。お、頑張って。あ、かっこいい。今回槍ですね。あとはフィーナはですね、E ボタンのスキルでこういう魔法が使えます。キラキラ変な感じがあとはらしい。 Q ボタンで召喚獣ですね、呼ぶことができます。そうか、本から出てきたんですね。はい。ポワポワでは浮いてる先行き。ますか。
今回の目標としましては、はいこのオブジェクトに向かって敵がたくさんやってくるので、はいそれを倒していくというようなミッシでもョンになレベルっています。 70ですよ。レベル70なんですよね。でもフィーナめちゃくちゃ強くてですね、この召喚獣の範囲内であれば敵に継続的にダメージを与え続けてくれるので、非常にこのミッションとの相性がいいんですよね。誰が予想しただろうこのフィーナちゃんの動き。こんな可愛らしい見た目からギャップがすごいですね。音が気持ちいい。本当に普段物語好きな子みたいな感じがしちゃうぐらい。の生アフレコからはとても想像できない動きが繰り広げられているんですけれども。すごい。うわでこのー。召喚獣はいろいろ種類がありまして、はい。 Q ボタンを押すごとに切り替わっていきまして、今ユニコーンが出ましたね。召喚獣。可愛いけど強いぞ。いいね。スピンジャンプいいね。ジャンプをやっぱり多用しますね。非常に気持ちよく遊べています。キレがいい。なんかこんな後の攻撃いいですね。ドンっていう。あ、そうなんです。これやっぱり強くてですね。強いんですねやっぱり。範囲も広くてダメージも高いので。気持ちいい。見てて気持ちいいです。あ、本当ですか。よかったです。ね、癒し動画ですねこれは。癒しになりますか。癒しだよね。ちょっと画面が派手すぎて疲れてないといいんですけど、皆さん目が。もう全然最高です。これをハクスラ感というのね。そうですね。まさしくこれがいわゆるハクスラ感か。スラ感ですね。初めて使った。バッタバッドン。わあ、まだまだ出てくるんだ敵が。この多いっすねオブジェクトにどんどん敵が集まってくるから、は無限に出てくるんじゃないか。無限のような形で。ただ時間があるので、時間内になるほどね。守りきれれば。なるほど。なんだこりゃ。レベルがもうちょっと下がると敵が少なかったりするんですか。そうです。もうちょっと柔らかいですね、敵が。すぐ倒せるような難易度になっています。 70になると硬いですね。硬いんだ。はいですね。なるほどね。なんかこう、投げてる時のこの、手振ってる時のこの出る、なんて言ったらいいんだろう。武器の動き、武器のこの、こう動いた、この軌道でなんて言ったらいい。軌道って言ったらいい武器のこのそれの色が、残像がそうそう、ね。色がすごいフィーナーっぽくって、綺麗ですね。水色っぽい。しかもずっと蝶々飛んでるんだよね。可愛いですよねすごく。すごいね。こんな蝶々飛んで可愛いのにこんな動き、ギャップ萌えってやつですか。これはこれがギャップもありますね。終わった？あ、終わりましたね。いけました。全くダメージ食らわなかったんじゃないかそうです。な。今回は結構余裕でいけましたね。よかったです。すごい。はい。もうなんていうか、デナービの宣伝の番組として最高のものになったんじゃないかなよかったです。っていうはい。ゲーム実況です。どうぞどうぞ自分でも動かしたいよね、あんな風にね。ぜひぜひぜひ。意できましたね外と簡単操作ですよ。本当本当です本当です。もうジャンプボタンを押して、うん近接攻撃ボタンピョッと押せばドカーンっていう落下攻撃出るので、簡単です簡単です。すごい簡単そうに言いましたけど、はい。ちょっとぜひはい。自分でやってみてこれを体験してほしいですね。うんうんうん楽しみだぞこれは。はいはい。以上ゲームプレイのコーナーでした。デュエットナイトアビス TGS スペシャルお送りしてきましたが、もうエンディングのお時間になりました。最新情報やアフレコなどスペシャルならではの内容をお届けできたと思うんですが、皆さんいかがだったでしょうか。さて最後にちょっと感想を聞いていきたいと思います。じゃあまず兄弟活躍すぎた野口さんいかがでしたか。いや非常に楽しく参加させていただきました。はいゲームプレイ担当というところで、かっこいいプレイなど見せられたらなと思ってたんですけど、最高にかっこよちゃんかったです。とできたので非常に安心しておりますし、はい。でこの作品についても今回のビルドを触って、ちゃんとフィードバックをすぐに
受けて改善している模様が伺えたので、今後出る CBT その後のサービス開始も非常に楽しみにできるクオリティを感じ取れました。はい、そうですね。また今後が楽しみになります。楽しみですね。はい、どうもありがとうございました。はいありがとうございますじゃあどうしようかな。あずさちゃんいきますか。私ですか？はい。いや、本当にもう盛りだくさんでしたけど、一つ一つが濃かったのでね、一旦ね見終わって情報をね、確認して何があるのか皆さんね、全部チェックしていただきたいですね。もうキャラクターもみんな可愛くて個性的で、操作もね楽しくて、楽しみがいっぱいですね。いやもうスノーちゃん楽しみですね。東京ゲームショウでも会えるしね。もうぜひぜひ会いに行ってあげてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後フィーナちゃん大爆発でしたがどうでしたか？声の収録はさせていただいたんですけど、まさかあんなに動くなんて思ってなかったので、本当に強いんだなっていうことも分かって、フィーナの新たな一面も今日知ることができたので、すごい嬉しいなっていうのと、もう情報が今日盛りだくさんすぎまして、本当に皆さんぜひ一旦ね整理で情報を見返してもらって、ゲームショーの方にもね、足を運んでいただいて、そしてもう私今自分でいろいろ紹介したのを見返しているんですけど、もうそれでもものすごい情報量で、すごかったのよ。ページ数も本当になので、デュエットナイトアビスの世界観にすごいたくさんの時間浸れることができて、個人的にはすごく嬉しいなって思いましたし、ゲームも遊ばせていただいて、間近でフィーナのお顔とか、こうほっといたらどう動くだろうとかも見れましたし、生アフレコでキャラクターがよりそんな風に喋るんだとか、なんかそういう深く知ることもできたので、いやもう今日はたくさん深くまでデュエットナイトアビスのことを私は知ることができたので、本当に嬉しくて楽しい時間を皆さんほどありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これからも本当に楽しみでした。いや本当リリース前にすごくいい情報をお届けできたんじゃないかなって思います。いや4人で楽しかったです。ありがとうございました。またご一緒できたら嬉しいです。はい、これからもですね、最新情報はデナビ公式 X や公式ホームページで発表していきますので、ぜひフォローしてください。そして東京ゲームショウ遊びに来てください。ぜひぜひ。それでは皆様またお会いしましょう。